こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。AFC U17 女子アジアカップ中国2026を楽しく見るために予備知識を学んでいきましょう。いつから始まるの？開幕は5月1日だよ。この動画ではこれを見ていくよ。本大会は 2026FIFA U17 女子ワールドカップ予選を兼ねていること、過去の成績、この大会のルール、日本と同組国について、日程、そして日本はどこまで行けるのかということを見ていこうと思います。これだけ知れてたら大会がわかりやすいね。それではまずどうなったらワールドカップ出場権がもらえるのか見ていくよ。お願いします。2026年 U17 女子ワールドカップに出場できるのは準決勝進出国4カ国がワールドカップ出場権獲得だよ。男子より半分も少ない。そうだね。ノックアウトステージで1回勝たないといけないの。なるほど。過去9回この大会は行われていて、一番多く優勝してるのが日本と北朝鮮の4回だね。じゃあ今大会でどっちが上か決まる可能性があるね。そうだね。それにしても女子はこの2カ国が強いね。過去の成績はこんな感じになってるよ。日本と北朝鮮が圧倒的だね。女子も U17 はアジアカップとワールドカップは毎年やるの？ 2026年から2029年までは中国がアジアカップ開催国で決定してて、それで2025年から2029年まではモロッコがワールドカップ開催国に決定してるんだよ。それは中国とモロッコには感謝だね。そうだね。去年はワールドカップ開催が決まってからアジア予選が間に合わずに日本、北朝鮮、韓国、中国が過去の成績から出場が決まったんだよ。ふむふむ、アジアでは東アジアが女子サッカーは強いんだね。次は今大会のルールを見ていくよ。ルール？この大会は女性しか出られないよ。そりゃあそうでしょ。AFC U17 女子アジアカップ2026規則の第47条に性別確認するって書かれてるからね。でもよく男が出てるってコメント欄に書いてあるよね。でも AFC が怪しいって思った選手は個別で検査するみたい。実際男性っぽく見える人たまにいるから女性に対して普通に失礼だよね。試合ではメイクしない人も多いしね。この大会に出られるのは2009年1月1日から2011年12月31日までに生まれた選手だけだよ。ここは男子と一緒だね。今年15歳以上17歳以下の選手しか出られないってことだね。中学3年生から高校2年生って感じだ。年齢確認は有効なパスポートのカラーコピーで確認してるみたい。必要に応じて国民 ID、6 ヶ月以内の写真、AFC が求めた場合は出生証明書も必要になるんだって。MRI 検査はないの？62ページある今大会の公式マニュアルには MRI 検査があるとは書かれてなかったね。チーム編成は18人から23人の選手を登録しないとダメで、そのうち最低3人はゴールキーパーを登録しないとダメだよ。ここら辺は普通だね。順位の決め方はまず勝ち点が同じ場合は当該チーム間の対戦の勝ち点。直接対決みたいな感じね。勝ち点が同じ国が2カ国だったら直接対決の結果、もし3カ国だったら勝ち点が同じじゃない1カ国を除いての勝ち点だよ。なるほど。次が当該チーム間の対戦の得失点差、当該チーム間の対戦における得点数、グループステージ全試合における得失点差、グループステージ全試合における総得点。当該チームが同会場にいる場合は PK 戦。難しいけど男子と一緒ってことかな。ここまででも決まらなかったらカードの数をポイント化して少ない順、イエローカード1枚で1点、イエローカード2枚で退場の場合3点、一発レッドカードによる退場は3点。この点が少ない方が上位になるよ。これでも決まらなかったら抽選だよ。勝ち点の後は得失点差じゃなくて直接対決の結果が反映されるって感じだね。そうだね。それ以降のルールは本当にたまにあるぐらいだから、得失点差の前に直接対決が反映されるって頭に入れてたらいいよ。あとノックアウトステージは延長戦はなく同点の場合は即 PK 戦になるよ。それは疲れがたまらなくていいね。ルールのことはこれで終わりだね。 VR はあるの？全試合で VAR を使うと確定しているわけではなく、 AFC が判断すれば一部の試合または大会全体で VAR を使えるって書いてあるんだけど、細かくはわかんないんだよね。もう開幕しちゃってるのにわからないんだ。試合見てたらそのうち実況の人が説明してくれるよ。じゃあ次はグループ見ていくね。日本はグループ B だね。やっぱり上に書いてある2カ国がノックアウトステージ最有力候補って感じ？そうだね。
グループ A は2位がタイかベトナムってとこかな。グループステージは2位までが通過。上位2位は突破だね。それと3位のうち上位2カ国がノックアウトステージだね。女子はこれが定番スタイルだね。それでノックアウトステージのトーナメント表がこれ。またインドと一緒だ。1位通過だとグループ C の2位と試合。2位通過だとグループ A の2位と試合。どっちも2位だね。1位だと韓国と試合で2位だとタイかベトナムと試合って感じかな。私もそうだと思う。北朝鮮にはしっかり1位通過してもらって決勝で試合してもらいたいね。今回は2位になっても安心感あるね。あとは北朝鮮が2位にならないことを願うだけ。そうだね。じゃあ次はこの世代の日本代表の成績を見ていくよ。今大会の U17 女子日本代表世代で過去の対戦結果を調べてきたよ。まだ17歳だしあまり試合してなさそう。そうなんだよね。だから今大会に出てる国との過去の対戦結果を全部発表するよ。EAFFU15 女子選手権2024で韓国と1対1の引き分け、台湾とは5対0で勝ち、中国とは1対1の引き分け、北朝鮮とは0対2で負けているよ。でも2年前だしメンバー違ったりしない？今大会と同じ選手は7人いたよ。それは結構いるね。ちなみにその時の順位表がこれだよ。北朝鮮が引き分けてる。そうだね。中国と引き分けだったよ。それと中国とは2025年にも U16 が試合をしていて、中国とは4対0で勝っているよ。前の年は引き分けだったのにね。それと今年の U17 の試合結果を見ていくと、チェコに4対0で勝ち、スイスに3対2で勝ち、ポルトガルには0対1で負けているね。ポルトガルまで行って試合してきたんだ。この時のメンバーと今大会のメンバーは14人同じだね。結構同じだ。本当なら対戦国のサポーターの声も紹介したいんだけど、時間が取れなかったよ。それでこれが日程だよ。これは日本時間で、中国時間だと日本のマイナス1時間。ということは15時30分と19時30分キックオフだ。正解。若いからっていつも中2日はきついよね。でもこの年代は連日試合することもあるし、慣れてるのかな。慣れてるって言っても疲れはたまるけど。だよね。とりあえず1戦目2戦目を勝ってオーストラリア戦を迎えたいってところですね、葵ちゃん。そうだね。その時に突破が決まってたらさらに最高。試合はすべて蘇州で行われて、5月の夕方から夜の気温は20から26度前後だよ。日本とあまり変わらないね。それとさっきも出したけど、これがノックアウトステージの日程だよ。JFA のサイトの日時そのまま書いてるけど、これはおそらく現地時間だね。ということはこれに1時間マイナスしたらいいんだ。そういうこと。グループ B で1位突破したら14時からの試合が2試合続くじゃん。ひなは見れないね。私は見られる。ずるい。前回はどこが優勝したの？前回優勝は北朝鮮で、その前は日本が優勝してるんだよね。じゃあ今回は優勝できるかな？私の予想だと、優勝だね。応援するなら優勝してくれると思って応援しないとね。最低目標がワールドカップ出場だね。そうだね。ワールドカップ出場して未来のなでしこジャパンへつなげてほしいね。ちなみに今回のメンバーに JFA アカデミー福島の選手が7人もいるよ。7人ってすごい。みんなで応援だね。試合はどこで見られるの？試合はダゾーンで見られるよ。しかも同じ時期に男子の U17 アジアカップもダゾーンで放送されるから、この時期はコスパがいいよ。って言っても昼間だから見られないよ。そういう人もいるか。男子の動画はサムライブルーファンボイスで投稿していくので、そちらをチェックしてくださいね。頭使いすぎてもう疲れちゃったよ。ほとんど男子と同じなんだけどね。でもノックアウトステージは決勝ぐらいしか私仕事で見られないよ。ヘビを使って早退しちゃえ。葵ちゃんは全試合見られていいな。いいでしょ？葵ちゃんの仕事時間って変だもんね。変とか言わないの。もうすぐ100年になる家族経営のところに一人だけ働かせてもらってるから、変な時間でも対応しないとね。自分でも変って言ってる。求人すら出てなかったのに応募して働かせてもらってるからね。変な時間でもいいの。もうそれ葵ちゃんが変だよね。ここで働かせてください。ここで働きたいんですって頑張ったら働かせてもらえたよ。葵ちゃんってここでは真面目っぽいキャラだけど実際は破天荒だもんね。私のことはもういいの。今日は終わるよ。ご視聴ありがとうございました。皆さんはこの大会日本はどこまでいけると思いますか？ぜひコメントに書いていってくださいね。ご視聴ありがとうございました。